戦艦は長門型戦艦に次ぐ88艦隊計画の主力艦として位置づけられた新世代の戦艦です。加賀型の計画は1916年頃に認可された84艦隊の枠組みに発し、好調な経済状況を背景に1917年にはさらに艦隊整備計画は拡大、戦艦8隻、巡洋戦艦8隻を保有する88艦隊計画へと拡大していきました。その中で長門型に次いで建造が計画されたのが加賀型戦艦です。加賀型は45口径41センチ連装砲を5機、合計10門搭載し、長門よりも重武装なのが特徴です。当時の帝国海軍における砲術の理想に照らして、主砲8門では不足があると判断されていたため、10門という砲門数は設計上の理想に近いものでした。特に防御においては、加賀型は長門型よりも大きく発展した内容が盛り込まれています。第一次世界大戦のユトランド沖海戦により、長距離砲戦の重要性が認識され、水平防御の強化が求められるようになりました。長門型では設計途上だったため、装甲を積み重ねることで、水平方向からの被弾に対処しましたが、加賀型では最初から 102mm 厚の甲板装甲が採用されており、より合理的な防御となっています。一方、原則装甲は長門型の 305mm から加賀型は 280mm と薄くなっていますが、これには15度の傾斜が加えられたことで、20キロから25キロとされる新たな戦闘距離においても十分な防御効果を発揮できるよう設計されていました。この傾斜装甲により、長門よりも薄い装甲でありながら、同等以上の防御力を実現することに成功しています。このような新機軸を盛り込んだ防御設計について、担当した平賀譲造船官は強い自信を示しており、実際、加賀型は従来のイギリス流の設計から脱却した最初の日本戦艦と評価されています。ただし、鉄鋼弾の発展により、将来的には41センチ砲に対して装甲が不足すると考えられます。もし加賀が戦艦として完成していた場合、竣工からしばらく経った時点で装甲強化が求められたと考えられます。機関面でも加賀型は進化しており、高性能化したボイラーの採用により艦数そのものを減らすことに成功し、機関区画の面積を長門型の約 60% にまで圧縮。これにより煙突は1本に集約され、速力も長門型と同じ 26.5 ノットを維持しています。こうして得られた余剰の重量とスペースは、主砲と防御力の強化に回され、加賀型の総合性能を高める一因となりました。ただ、加賀型は防御こそ大きな特徴があったものの、逆に言えば攻撃と機動力については取り立てて特徴はなく、結果的に建造は1番艦の加賀と2番艦の土佐の2隻に限られました。これには当時、アメリカ海軍が建造を進めていたサウスダコタ級戦艦 BB49 に関する情報が大きな影響を与えたとも言われています。米戦艦サウスダコタ級は 40.6 センチ50口径砲を搭載し、装甲圧は 400mm、速力も高いという報告がなされ、これを受けて加賀型の設計のままでは不十分と判断されました。その結果、88艦隊の後続艦としては、天城型巡洋戦艦の設計を改めた紀伊型戦艦が新たに構想されることになります。しかし、この情報は結果的に誤報でした。実際のサウスダコタ級の装甲は 343mm にとどまり、傾斜装甲もなく、水平防御においては加賀型に劣るものでした。速力も23ノットで、火力以外は過大な情報として伝わってしまったのです。もしこの情報が正確に伝わっていれば、88艦隊の後期戦艦軍の設計方針もまた異なったものになっていたかもしれません。なお、加賀型の2番艦である土佐の方が実際の起工が早かったため、時に土佐型戦艦と呼ばれることもあります。加賀と土佐は共に1921年に進水を迎えましたが、その後ワシントン海軍軍縮条約が締結され、建造中止と廃艦が決定されます。土佐はその後、曳航されて場所を移すことになりますが、その際のシルエットが炭鉱で栄えた羽島に似ていたことから、羽島は軍艦島と呼ばれるようになりました。その後の土佐は1925年に射撃試験用の標的艦として使用され、実艦を用いた貴重な射撃データを獲得することができました。この試験は後の海軍の鉄鋼弾、91式鉄鋼弾の開発にも生かされていくことになったのです。一方、加賀は当初、解体が予定されていましたが、1923年の関東大震災によって
空母改装が決まっていた天城型巡洋戦艦の天城が大破。大艦として加賀が選ばれたことで、奇跡的に廃艦を免れ、航空母艦加賀として新たな艦歴を歩むことになりました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今回は竣工時の戦艦加賀を復元してみましたけれども、もし近代化改装を受けたらどのような戦艦になったんでしょうかね。皆さんはどんな近代化改装後の戦艦加賀を見たいでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。先生、さよなら、バイバイ。